これ正直舐めてました。シートカバーの取り付けってもっと簡単だと思ってたんですけど、結果後部座席だけで限界きました。ただ完成するとこんな感じです。一気に雰囲気変わりますよね。撮影も編集もまだまだだけど、よろしければ最後まで見ていってください。それでは行ってみよう。熊の手チャンネル。こんにちは、熊の手チャンネルです。今回はデリカミニのシートカバーを DIY で取り付けていきます。初めてやるカスタムなのでリアルな作業感も含めてお伝えします。まずは無難にヘッドレストからスタートです。ここは比較的スムーズにいけました。この時は正直余裕じゃないって思ってました。次は運転席助手席より難易度が低そうな後部座席から始めましたが、ここからが本番でした。今回使っているのはベレッツァのエアーメッシュタイプのシートカバーです。これ車種専用設計なのでサイズはかなりぴったりです。その分取り付けは結構きついですね。表面はエアーメッシュ素材になっていて通気性が良くて蒸れにくいのが特徴です。このしっかりした素材のおかげで見た目はいいんですが伸びにくいので取り付けはちょっと大変です。中にクッションも入っているので純正よりも少し柔らかい座り心地になりそうです。今回のカラーは PVC がライトベージュでメッシュがサンドベージュの組み合わせです。デリカミニの内装とも相性良くてカフェっぽい雰囲気になるかも。あと今回いろいろと調べて分かったのですが、シートカバーって車検に関係ないと思ってたんですけど、実はちゃんと関係あるみたいです。ただこの辺り結構奥が深そうなので次回の動画でしっかり調べて解説しようと思います。
まずシワがなかなか伸びない。引っ張ってもフィットしないし、思った以上に力が必要です。これ結構握力使います。だんだん手がパンパンになってきました。これ正直撮影してなかったらもう少し早く終わってたと思います。ただ撮影しながらだと撮影角度も考えないといけないし、手も止まるし、同じ作業をやり直すこともあって難易度が一気に上がりますね。 DIY ってこういうところがリアルですよね。思ってたよりもなかなかハードです。これ切れんね。
それでもなんとか後部座席はここまで仕上がりました。見た目はかなりいい感じです。今回選んだこのシートカバーの色なんですが、デリカミニの内装にもかなり合っていて、カフェっぽい雰囲気になって個人的にはかなり満足してます。ただ今回はここで終了です。後部座席だけでかなり体力持っていかれました。運転席と助手席は次回に持ち越します。これさらにきつそうな予感しかしないです。最後までご視聴ありがとうございました。 DIY でやる方は時間と気合は必要です。ただ完成した時の満足感はかなり高いと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。